ご理解第65節。日柄方位は見るに及ばぬ。不審作事は使い勝手の良いのが良い仮想じゃ。良い日柄というは、空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃというても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃというではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きる者はすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。師匠が生きる自由の与えられておるとおっしゃっておられます。生きる自由。生かされて生きるとも言われますけれども、その生かされているという中に生きる自由がまたあるということですね。どういうことでしょうかね。これはある意味私どもにとって都合の良い日が良い日柄じゃとおっしゃっておられます。その私どもにとって都合の良いように事が運ぶということもまたあり得るし、そのことをも願っていかねばならないということでもあると思いますね。なるほど。師匠の見教えをいただいておりますと、泥の心だと、成り行きだと、起こってくるものをいただいていくのだということになります。それならば何でもかんでも起こってくることをいただいていきさえすればよいのかというと、そうでもないようですね。私は一時そう思ったことがあり、一切が親愛ならばもう願うこともいらないのではないかと、起こってくることを受けていきさえすればよいではないかと、何もこちらから願う必要はないと、願ってもせんないことだ、どうせ起こるべきことしか起こらない、なるべきようにしかならないのだから願ってもせんないことだと思ったことが一時ありますけれども、そうではないようですね。願うところは願っていく。そこに神様が私どもの都合に合わせてくださるというのでしょうか。私どもの願いように合わせてくださる。私どもの都合が良いように、その願いにまたそうた働きを表してくださる。そういうこともあるようですね。生きる自由が与えられておるということは、私どもが自由に願うことができる。その願う自由が与えられておるともいただけるのではないでしょうかね。そこにはやはり願い続けるということがまた大切だと思いますね。昨日はある方のポドキャストで、師匠初代のご理解をいただかれるそのお手伝いを少しさせていただいたのですけれども、それで分からされましたことは、私はてっきりアンドロイド系のスマホにも Google さんのポドキャストアプリがもうすでに入っているものと思っておりました。ところがその Google さんがポドキャストアプリをリリースされたのは2018年の6月ということで、比較的新しいのですね。Apple さんの方は
ずいぶん昔からあることは知っておりましたけど、Android さんの方はまだ比較的新しい Google さんがリリースした、Google さんが本腰を入れ始めたというのでしょうかね。ですから2018年6月以前に買い求められた Android 系のスマホにはまだ Google ポッドキャストが入っていないわけですね。ですからそれをダウンロードしてインストールしていただかなければならないわけですけれども、その成り行きをいただき、なるほど、古いままではダメだなと。やはり新しいものにしていかねばならない。今朝新中記念の時にいただきますのは、その師匠がこういうことをおっしゃっておられましたが、ブライト&フレッシュでしたか。ブライト&フレッシュというようなことをおっしゃっておられたことがありました。そのやはりフレッシュでなければならないのだと。またの言葉ではみずみずしい信心というようなこともおっしゃっておられましたね。信心にはやはりみずみずしさがいるのですね。そしてその新しいということも常に新しくなっていかなければならない。常に新しいものを求めていかなければならないという面もあるのではないでしょうかね。いわゆるマンネリ化してしまってはいけないわけですね。よく新人の教例などで何年前にこういうおかげをいただきましたとか、何年前にその求心に一生のおかげをいただきましたといったようなお話が出ることがありますけれども、師匠の場合はそのもう何年前にこういうおかげをいただいたというような古い話ではなく、今今日昨日今日今こういうおかげをいただいたという、そういうフレッシュな話じゃなければいけないよというようなことをおっしゃっておられましたね。いわば常におかげをいただき続けていくということですね。それも新しいおかげをいただく。そのためにはやはり私どもが願い続けていく。それこそ次から次に新しい願いをしていくということもいるのかもしれませんね。ただそれは我欲のためではない。何とかして師匠を世に表したい。世の人々にこの愛楽理念を伝えたい。という、そういういわば神様の願いを願いとしての願いを抱き続けるならば、そこに神様が必ず新しい道を、新しい方法を示してくださるということですね。そして常にまたそうですね、今ご理解100選をの70教話をポッドキャストで聞けるようになりました。またこの次は月例祭のお話。ある先生がいつも月例祭のお話を YouTube に出してくださっております。それをポッドキャストでもいただけるようにしようかと考えております。いわば常に何かしら新しいその目標というのか取り組むべきもの、それが必ず何か神様がお示しくださるということですね。そのためにはこちらが求め続ける、願い続けていかなければならない。その願い続けるところに必ず神様がまた新しいおかげを、次から次にフレッシュなおかげを、それこそ
みずみずしいおかげを授けてくださるということになりますね。そしてまたそれが師匠大坪宗一郎氏の信心のあり方でもあると思うのですね。どうでもそのブライト&フレッシュの心でみずみずしいおかげを、みずみずしい信心を持ち続けたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。